突然ですが、今これを聞いてくださっているあなたは、最後に友達へ近いうちにご飯行こうねって言ったの、いつだったか覚えていますか？ああ、そのセリフ、本当によく言いますよね。よく言っちゃうんですよ。半年くらい前かな、それとも1年前でしょうか。あのー行く行くと言いながら、気づけばもう3年くらい会っていない友達っていませんか？確かに思い当たる人は多いと思いますよ。私も含めてですけどね。ですよね。なんか、学生の頃は友達と毎日顔を合わせていたのに、大人になるにつれて、どうして私たちの人間関係って、急に合わなくなってしまうんでしょうか？うん。なんだか友達と疎遠になってしまうのは、すごく寂しいなってふと思うことがあるんですよね。そのお気持ち、とてもよくわかります。ただ、今日この深掘りでじっくりお話ししたいのは、大人になって友達が減るのは決して悪いことではないということなんです。悪いことじゃないんですか？でも友達が減るのって、なんだか自分が冷たい人間になってしまったような気がして。まあ、そう感じてしまうのも無理はないんですが、実はこれ、ライフスタイルの変化に伴うごく自然な現象なんですよ。自然な現象ですか？学生時代って学校という一つの大きなリビングルームにみんなが集まっていたから自然に話せたじゃないですか。ええ、まさに同じ空間にいましたからね。でも大人はわざわざ招待状みたいなものを出さないと会えない気がします。つまりこれってどういう意味なんでしょうか？そのわざわざ会うというハードルが大人になると一気に高くなるんですよね。物理的な理由として就職や結婚、それに引っ越しなどで生活スタイルが激変することが挙げられます。ああ、なるほど。確かに留学生として海外に来た方とか社会人になったばかりのリスナーの方なんかは、自分のことだって深く共感されるかもしれないですね。そうですね。環境が変われば時間の使い方も全く変わってしまいますから。いやー、本当にそうなんですよ。ちょっと笑い話みたいになりますけど、学生時代ってお金は全然なかったのに、時間と体力だけは無限にあったじゃないですか。ありましたね。徹夜で遊んだりとか。そうそう。でも大人になると、お金は少し増えたかもしれないけれど、今度は全然時間がないんですよ。それに、休日にわざわざ外に出て人と会う体力が全く残っていないんですよね。まさにそこが重要なポイントです。多くの人が仕事で体が疲れているからと考えがちなんですが、実は枯渇しているのは身体的な体力とよりも脳のエネルギーなんですよ。脳のエネルギーですか？はい。毎日仕事などで決断を繰り返すことで脳が疲れてしまうんです。そして休日にいつどこで会うかを計画するエネルギーが残っていないんですよ。ああ、なるほど。ただ単に眠いというより、スケジュールを調整する余裕がないんですね。だから昔のようになんとなく一緒にダラダラする時間がなくなって、特別な目的がないと会わなくなるんだ。その通りです。そしてここでさらに興味深いのが SNS の存在なんです。あ、SNS ですか。インスタとか X とか。でも SNS のおかげで昔よりずっと簡単に連絡を取り合うことができるようになったんじゃないですか？一見そう見えますよね。でも実はここにパラドックスがありまして、SNS でつながっているからこそ、相手の近況を知った気になって、実際には会わなくなる現象が起きているんです。それはつまり写真を見て元気そうだなで満足しちゃうってことですか？そうなんです。SNS でいいねをしたりスタンプを送ったりすることで、一時的につながったような気分になる。でも実際には深いコミュニケーションは取れていないんですよね。わあ、それすごくわかります。ちょっと整理させてください。グループラインってあるじゃないですか。よくありますね。あのグループラインが毎日誰かのスタンプで動いているのに、誰もじゃあいつ会うという具体的な予定を決めない現象、これってすごく不思議だったんですよ。確かに誰も言い出しませんよね。なんだか動く歩道に乗っているのに、
誰も出口に向かって歩き出さないみたいだなって思って、流されているだけみたいな。いやー、非常に面白い例えですね。SNS の気軽さに慣れてしまうと、わざわざ実際に会うという労力を避けるようになるんです。でも理由は物理的な疲れや SNS だけなんでしょうか。なんだか時間があっても会うのに少し気を使ってしまう心理的な壁もあるような気がするんです。おっしゃる通りです。そこから一段深く掘り下げてみましょう。その心理的な壁というのが価値観の変化なんです。価値観が変わるですか。ええ、仕事や生活環境が違うことで少しずつお互いの価値観が変わっていくんです。そうすると話が合わなくなり、結果として会う時に気を使うようになる。そして自然と距離ができるプロセスに入ります。確かに。今度ご飯行こうって言って別れたのに、もう3年くらい行っていない友達って、もしかしたら少し気を使っているのかもしれませんね。その可能性は高いですね。ここからが個人的に本当に面白いところだなと思うんですが、昔の友達に無理に合わせるのってすごく疲れるじゃないですか。ええ、かなりエネルギーを使いますよね。なんだかサイズが合わなくなった昔のお気に入りの靴をずっと履き続けているような気がするんです。足が痛くなるくらいならいっそ裸足の方が、つまり一人の方がマシだと思ってしまうんですよね。なるほど。靴のサイズですか。それは関係が冷たくなったわけではなくて、実はお互いが成長した証拠なんですよ。成長した証拠、そう言ってもらえると少しほっとします。だからこそ、これを広い視点で見てみると、友達の数が減ることは決して不幸なこととは限らないんです。不幸とは限らないんですか。でも、やっぱり友達が少ないと寂しい人に見えないかなって少し不安になることもあります。その気持ちもわかりますが、大人にとって大切なのは、友達の数よりも質へとシフトすることなんです。量より質ということですね。はい。安心して何でも話せる相手、つまり心の支えになる人がいるかどうかが重要なんです。無理をして浅い関係を維持するよりも、深い関係が残る方が精神的には安定します。そうか。無理に人間関係を続ける必要はないってことですね。でも一人ぼっちになりすぎると、いくら気楽でも心が疲れることもあるじゃないですか。ええ、完全に孤立してしまうのはよくありません。そこで大切になってくるのが、一人でいる力と誰かとつながる力のバランスなんです。一人でいる力とつながる力ですか？そうです。一人の時間を楽しむ力を持つと同時に、いざという時は誰かとつながる力を持つ。この両輪を持つことが大人の人間関係を大切にする秘訣なんです。なるほどな。両方のバランスが大切なんですね。でも、一度疎遠になってしまった友達と久しぶりに会うのってすごく勇気がいりませんか？確かに最初は少し緊張しますよね。ですよね。久しぶりに会うと最初の5分間くらいは、どんなテンションで話せばいいんだっけって少し気まずいじゃないですか。ええ、お互いに様子を見ながら話しますからね。でも、5分くらい経つと魔法のようにスーッと昔に戻った感じがするんですよね。あの瞬間って本当に不思議で温かいなって思います。それは素晴らしい経験ですね。かつて深い関係だった相手なら、少し時間が経てば、すぐにその頃の感覚を取り戻せるものなんです。そう考えると、友達が減ったと感じても悲観することはないんですね。自分が成長してライフスタイルが変わった証なんだって。その通りです。自分にとって一番心地よい距離感を見つけることが何よりも大切なんです。なんか今日のお話を聞いて、すごく前向きな気持ちになれました。どこの国にいても、どんな言葉を話していても、この人間関係の悩みって世界共通のユニバーサルなものなんですね。ええ、本当にそうだと思います。みんな同じように悩んで、そして成長していくんです。リスナーの皆さんも今日のお話を聞いて少し心が軽くなっていたら嬉しいです。もし今頭にふと浮かんだ人がいるなら、完璧なタイミングなんて待たずに、今日元気って短いメッセージを送ってみてはどうでしょうか。いいですね。
その小さな一歩がまた新しいつながりを生むかもしれません。ええ。それでは最後にあなたに2つの質問をして今回の深掘りを終わりにしたいと思います。はい。あなたには今、久しぶりに連絡してみたい友達がいますか？そして大人になってから友達との付き合い方は変わりましたか？ぜひ、ご自身の心地よい関係性について少し考えるきっかけにしてみてください。ええ、完璧な正解はありませんからね。それではまた次回のテーマで一緒にお話ししましょう。聞いてくださってありがとうございました。